おはようございます。画家のギソです。今日の動画、また小さな作品でございます。サム・ホールというサイズの作品でございます。またこれは水の中にいる女性シリーズ第2弾ということでございます。小さな作品でございます。ぜひ楽しんで見てみてください。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。こちらの作品でございます。こちらですね。これは水のところに、寝ているという状態でございます。こんな無茶なことはね、なかなか普通の人には頼めませんけど、でもやりたい言うてくれてた人が案外いたりしますんで面白いもんですよね。夏の暑い時期しか無理ですけどね。これは、サムホールという本当に小さい 22.7×16 センチとかちゃうかったかなに、人物を描いているという作品でございます。今回水とかね、髪の毛が水に入っているところとかも面白いかなと思いますし、透けている水の中の表情みたいなのも非常に面白いんじゃないかなと思います。この辺の初めのこの段階、釜湯とかいうような単色で描いていくような仕事なんですけども、結構必聴面白いでしょ。このぐらいの筆とかの平筆、これ水彩筆やと思います。また違う筆使おうとるなって感じでしょ。僕はそうなんですよ。もう筆とかに関しては結構自由なんで、こういうの使えるかもと思ったら使ったり、水彩筆のナイロンの筆なんかを使ったりとかしていますけれども、ナイロンの筆とかで少し書いていったりとかしていってます。もうその辺っていうのものすごく自由です、私は。で、絵の具を置いてそれをまた伸ばしたりとか。油絵の具です。初めて見る人すみません。油絵の具というのを使って描いていってます。キャンバスではなくて、私は板画と呼ばれるもので、板に、布を貼って、自分で塗料を塗って描いていくという方法を使っていっております。ね、なかなか皆さんにとってはですね、どうですか。で、この辺とかはちょっとゆっくり見せたりとかしていってますけども、顔の全体が影に入っていってるような感じで、おでことかっていうとことかは反射光って言って下からの光がビャンと当たっとるんですよ。で、そういう感じの状態。これ結構顔難しかったです。描きながらもとか思いながらね、なんか何度も微妙にやり直していったと思います。大きく変わるということは僕自身はあんまりないですけども、少しずつ変化をさせていったりとか、ちょっと初めの段階でいつもよりも少し色味を多めにして始めていこうかなと思ったりとか、いつも全く同じ描き方をするというわけじゃなくて、若干TPO ですね、TPO によって変えたりします。TPO。時と場合によってね、変えたりとかします。で、こういうところとかおでこと髪の毛奥のところに回っていくとことか奥のところとかはちょっと溶け合わせように描いたりね。細かいね、もう皆さんね、もうってちっちゃい作品です。もうおじさんの指見てもうたら分かる通りね、この手のサイズに対して、このぐらいの顔とかやからもうこのぐらいですよ。小さい作品を大きく見せれるっていうのは力がある人の一つかなと私は思ってたりします。で、小さい作品ばっか描いててもなかなか僕は上達しないと思っているんですけど、大きい作品描けると小さい作品はある程度描けるようにはなると思うんですけど、その中で世界観を出していくということの面白さとかね、難しさみたいな。皆さんがよく知ってる絵の中で、これ思ってるより小さいでっていうのは、フェルメールのレースを編む女っていう作品ありますよね。あれが多分ね、3号とかなんですよ。このサムホールよりちょっと確か3号やったと思うぐらいね。当時は別に何号とかじゃなくてね、そんな風な企画はなかったので、木切ってとかね、木枠作ってとかそんな感じだと思うんですけど、3号とかぐらいのサイズなんですよ。で、それに人の半身像があるというやつでしょ。だからすごいですよね。もうこれぐらいの作品に半身、牛乳を注ぐ女とかは確かね、8号ぐらいやったと思います。すごく大きな空間に見えてくるという小さな作品でもですね。で、そういうのっていうのはやっぱり力がある人かなというふうに思います。で、この辺とかね、もう顔とかどうないかなと思ってずっとやっぱちょっとね、寝てると重力によってビーってなってくるでしょ。皆さんどうですか？ちゃんとこうやって上げてます？この辺とかリフトアップとかしてますよ？知りませんけど、ちょっとどうしても人間ってちょっとなるから、この感じをね、出すのは難しかったりしましたけど、手なんかも面白いでしょ。今の段階で止めてるのは、面になってるっていうのを書き分けるために、多分指先のところは光当たってるはずなんですよ。
で、だからちょっと今じゃなく明るいのを綺麗な筆で描こうかなと思ってたりとかするんですね。で、この辺髪の毛とかっていうのは乾かないうちに少しこう引き伸ばすようにこう描いていくというようなことをしていっております。ね。で、この辺が髪の毛がふやーっと水によって流れていくみたいな感じでね、やめて髪の毛抜けないでって感じかもしれませんけど、で、この辺ベターと絵の具を後ろに置いてみて、後ろ岩があって、この髪の毛のとこシューッと流れていくみたいな感じです。どんな状況での絵描いてるの？完全に乾燥後ですね。すみません。突然来るからね。この辺をね、トランジションみたいな感じでシュッとこうしておいてもいいんですけどね。おじさんその辺がこう動画をね、もう編集が下手くそですみません。たまに聞かれますけど、動画のこう編集なんかも別に習ったわけじゃないですよ。そして私はパソコンでやってるわけじゃなく、スマートフォン1台でやっております。最近はこう編集をですね、手伝ってくださる方1名いて、本当にこう、ものすごいやっぱ上手いです。ありがとうございます。ただね、やっぱりその、1週間に1本ペースという感じでお仕事されてる方なので、本当にこう協力いただいてありがたいですけど、僕の場合1週間3本ぐらいずつ作っていってるとか、そんな感じなんでね、なかなかこう1週間に1本なんかいい動画ができたらその方に頼もうと思ってたりとかするんですけども、で、こういうふうにこう光がこう当たっているという今、起きましたよね。全体に一回こう濡らした状態からちょっとだけ茶色になんか白とか入れて半透明ぐらいにしたりとかしてですね、少しこう茶色とか入れてグレーズとかするとかいうことですね。そういうことをしていってます。で、この辺っていうのはもう一層こう描いていこうと思ってるんで、もう一回グリザー油とか釜油とかっていう、その辺のこうなんかこうね、縦割り行政やなくていいんですよ。なんかね、何言いたいかわかります？この気泡じゃないとダメ、グリザー油じゃないとダメとか、釜油じゃないとダメとかっていうことじゃなくて、なんとなくで私はいいと思います。で、今回はちょっとこう、反射光とかを少し、青みがかったような感じにしようかなっていうことで、少し緑とかを入れたような感じにしておいて、最後の方で赤みがかった色とかを置いていこうと。ねえ、ちょっと難しい。もう一回またね、油絵の具の超基礎編みたいなのを作った動画、僕の中で2本しっかりと作ったなと思ってるのが、油絵の基本っていう動画と、リンゴを1日で描くっていう動画があるんですね。コミュニティ欄っていうか概要欄のところに載せておきますので、これですっていうことなんですけど、で、その2本がすごくこう、本当にゼロからしっかりやっているかなっていうような、どっちかというとこう初心者の人とか、経験がそんなにない人でもできると僕は思ってやったんですけど、でそういうのの応用がこういった感じなんですね。だから、なんかね、もういきなりここに行こうと思っても無理です。そんな無理ですよね。いきなりね、富士山に登るぞーっちゅってね、サンダルで行っても無理でしょ。しっかりなんかいろんな準備するんでしょ。僕は富士山とか登ったのないんで何とも言えないですけど、で、こう、目の明るさってどうかなとか、こういうのもやっぱり明るすぎず単なる生の白じゃないですよ。ちゃんと混色してるんですよ。ね、そういうところも本当はパレットとかも同時に見せれたら理想なんですけど、ちょっと今後ね、ずーっと今上げてるのは、どうしても古典に出す本格版というか、本当にこう、古典とかで、出していけるような絵なので、なかなかですね、そしてこの背景のこの岩とかをね、マチエルをこうつけていってるというような感じでございますね。マチエルとか、ちょっと暗い絵の具をちょんと置きながらですね、複雑にしていって、そして明るい絵の具をちょんと置いていくと。機会があればですね、こういうのも本物を見ていただけると、非常にこう勉強になるんじゃないかなというふうに思います。ちょんと絵の具を置いていってるということですね。こういう地味な仕事ですよね。でも本当に世の中って地味な仕事がいっぱいあるじゃないですか。もうね、本当に単純作業でも逆にそれに耐えれるという人もいるでしょ。僕なんかはあんまり耐えれないタイプなんですけど、こういうことなら耐えれるんですよ。だから得て増えてね、得意不得意ってあるじゃないですか、人間ってね。だからこんな苦手やっていう人はもっと大胆なガサーとかドカーとかっていう仕事をされてみてもいいと思いますし。でもなんか一回やってみるということは、僕結構ね、なんか教える仕事に長く携わってきて、なんかわからんなと思ったら僕は写実的に書いてみることを一回通ってみるのは悪くないですよっていうのをよく言ってたんですよ。これなんでかっていうとですね、
言うてしまえばクオリティという部分とか書き込みとかいう部分とかに関してはこういったことをしてみると、クオリティって必然的に密度を上げていく方向性やからね、高くなっていくじゃないですか。そうすると自分の中でクオリティっていう部分を体得できるんですよね。クオリティが高いということ。例えば真逆の仕事でね、細かい仕事に相対するようなざっくりしたガサッと絵の具をドワーッと置くような仕事があるとするじゃないですか。でもなんとなく和かドバかっていうのはね、そこでかっこよさの違いが出てくるけど、でもそこがなんとなくっていうところを知る意味でもなんか逆に真逆の振りでこっちの方をやっておくとっていう、何言ってたか分かりました？ごめんなさいね。この辺の説明が難しいんですよね。で、やっておくとクオリティの高さとかっていうことを体現できるということによって、その人自身のなんかレベルみたいなのがぐっと上がるということが起こったりするんですね。だから僕はそういうふうにわからんかったら、じゃあちょっと目に見えたものを自分なりに、見て、感じて描いてみるというシンプルな方向でやってみられたらどうでっかっていうことはよく言うてきました。それによって何かですね、私自身もその大学の先生にすごい悩んでて、書き方、すでに2層目が終わりましたということでね。で、3層目でだいぶギューッとしていきますので、完成にほぼ間近まで持っていくということで、完全に完走後、またコバルトバイオレット、これね、なんか必ず全体を濡らすとき、必ずじゃないか。多くがこのコバルトバイオレットですね。なんでかってなかなか難しいですけど、塗り残ってもそんなに違和感もない色で、そんなに透明度が高すぎて、全部をなんかすごく紫って画面にするわけでもなくて、で、こういうふうに暖色、黄色とか塗ってったり、ね、黄色の反対色紫でしょ。微妙に塗り残ってもうまいこと響き合ってくれるというところで、僕はこんな色使うようにいつからかな。でもね、多分4、5年前ですよ。この YouTube 始めるちょっと前ぐらいからなんですよ。だから昔の絵はもうちょっと黄色みがかってる絵が多かったりもしますし、もういろんな本当に変わっていくもんなんですよ。で、そういう仕事とかをしてみると、例えばデッサン一つでもしっかりと写実的に画風とかね、なかなか見つけるの難しいじゃないですか。でも画風探せって僕らも大学時代とか言われたんですよ。でもなかなかそれが難しい。でも自分が見えたものを一生懸命見て、自分なりので描いていって、でそこで、塗られていく筆致、筆の方向性とかね、使う色とかで、そんなんだけでもみんな絶対違うんですよ。全く私と同じことをしようと思っても違う絵の具会社とか違う筆とかによって絶対ちょっとは違ってくる。で、それがやっぱり好みとかにつながってきて、それをより純度を高くしていけばいくと、今度は個性になっていくと。ね、この人とこの人は違うってなっていって。で、そういうふうに自分の本当に自然と生まれてきた個性っていうのは長持ちします。作られた個性っていうのはなかなか長持ちしません。例えば作られた個性の中で言うと、ね、もう真似しかしないみたいな感じ。例えば、模写ばっかりやってると絵が上手くなりますよっていうふうに言うけど、上手くはなるかもしれないけど、ね、もうそこから脱却できひんで、自分のオリジナルみたいな部分っていうのはなかなか身につかないわけじゃないですか。だから僕は模写を否定しては全然いないですけど、そのプロセスというのを学ぶにおいてはすごくいいんです。ただ、なんていうの？絵面、なんていうの、キャラクターだキャラクター。それを真似するとかっていうことに関しては僕はあんまりやらん方がええんちゃうかなと。逆に遠回りになってしまうんちゃうかなという応用が効かなくなってしまったり、なんか成功したような気にはなるんですよね。平面から平面に移すっていうことはそんなに難しいことではないので、でも自分でしかできないキャラクターやオリジナリティみたいなものにつながっていくか、ちょっとなかなかつながっていかない部分があったりすると思うんですよ。だからそういう点で言うと、例えば絵描きさんもしかりですけども、漫画家さんなんか面白いですよね。進撃の巨人さんでしたっけ？あれなんか第1巻とか読んだら、そんな上手くないじゃないですか。でもずっと自分のオリジナルを追求していき続けてるから、やっぱり絵がどんどん良くなっていくなとかっていうのが上手くなっていったりとかしますもんね。
ドラゴンボールなんかもともとあられちゃんとかね、ドクタースランプあられちゃんとか書いてて、めっちゃうまかったけど、ドラゴンボールの中でまたこう進化していったりしていったりしますもんね。何の話してんねんって感じかもしれませんけど、なんかそういうのってすごいこう大事なことで、ジョジョの奇妙な冒険とかね、僕が子供の頃連載が始まった先駆け男塾とかね、ああいうの見てたらこう連載始まった時とかあんま上手くないんですよね。でもどんどん上手くなっていったり、その人の個性とかオリジナルにつながっていくみたいなことがあって、そういったことも非常に大事なことかなと思うので、ただ闇雲に書けとかっていうことじゃなくて、ちょっと自分自身のもしかしてこれは武器になるかもしらんなということをしっかり自覚するということができたら、皆様も十分にこう何かの業界で、作家として頑張っていけるんじゃないかなというふうに思ったりしておりますということで、最後細かい描写をお見せしていこうと思います。この辺のね、本当に絵の具のつき方、いろんな方向でこう絵の具つけながら、置いた絵の具をしっかり動かしながら形にしていってるということを皆さん見てもらうことができるんではないかなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。ちいこい作品でございます。こんなちっちゃかったのということで、本物見たらその中にこう広がりがある程度あるような空間づくりみたいなのもできたかなと。で、この人の肌の色の選択とかマチエルの選択みたいなのはある程度こう私なりに納得のいく作品になったんじゃないかなというふうに思います。皆さんもよかったら展覧会などでお会いできたらと思います。気さくなおっさんなので、すっごい眠い時機嫌悪いかもしれません。私だったらごめんなさいね。ね、展覧会って本当に一日中朝からもう10時ぐらいからね、夜18時ぐらいまでいろんな人と喋り続けるから案外疲れるんで、私だったらごめんなさいね。お会いできたらと思います。お話ししてもらえたらというふうに思います。何か質問があればその時また質問とかいただければと。細かいこの辺ね。こう見たら絵の具って感じでしょうけど、本物見たらあれっていう感じがするんじゃないかな。この辺の水とかね。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただければと思います。Thank you very much. では。チャンネル登録よろしくね。